店長、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。ちょっとでかすぎるからね、持ってこれないんですよ。巨大サワラっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。巨大なサワラっていうことでね、とんでもないクラスのサワラが入りましたね。で、このサワラなんですけど、前やった牛サワラとか、そういう大型になりやすいタイプのサワラの種類ではなくて、もう正真正銘、普通のサワラです。重さがこれね、13キロあります。僕13キロのサワラなんて見たことないですね。このいつものまな板に乗せるとこのサイズ感ですよ。そしてこの体高。僕の手のひらに収まんないですからね、これ。今年の最後の最後にすごいの入ったよっていうことで買いました。気になるお値段、なんとこちら、1尾25,000円。この大きさの割には意外とお値打ちだと思いませんか？それでサワラっていうのは、本当に捨てるところがない魚なんですよ。で、鱗がついてないんですよね。厳密に言うとね、細かい鱗はついてるんですけど、鱗が本当に小さいので、料理しやすいんですよね。で、僕、サワラの刺身が大好きなんですけど、で、刺身以外にも、僕、サワラの大好きな料理があるんですよ。それが、サワラのアラの煮付け。カマとか、あとお腹空いたところの腹骨とかを甘辛く炊くと、すげえうまいんですよ。なんで今日はこちらの巨大なサワラを使って、サワラのお刺身とアラ炊きを作っていきたいと思います。よし。そしたらまずはね、こちらおろしていきたいと思います。で、サワラなんですけど、もう歯がとにかく鋭い。もうこの歯ですよ、この歯。もうこのサイズになってくると、ほんとちょっと当たっただけで手切れちゃいますんでね。サワラをさばくときはこの頭、ほんと気をつけてくださいね。よし。そしたらまずは頭を落としていきましょうか。今日はカマの上から落としましょうか。まず顎に1本ザクッと入れましたら、サワラを立てて頭を落とすと。よいしょ、OK。サワラはね、意外と骨柔らかいんで、おろしやすいんですよね。で、この時期のサワラはね、脂乗ってうまいんですよ。はい、そしたら内臓を出していきますね。よいしょ。うわ、結構溶けてんな。うわおー。うわ、ちょっと匂うな。結構餌食いがあるか？よいしょ。OK。ちょっとこれね、胃袋にすげえなんか入ってますね。久しぶりの胃袋チェックしましょうか。何を食べてここまで育った？うわ、だいぶ溶けてるな。Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano. これだいぶ溶けてんな、これ。なんだろう、これ。かなり大きい魚だな。この皮目的にね、室味っぽいっすね。頭もあって。どう思いますか？魚通の皆さん、これ何だと思います？僕は室味だと思います。コメント欄で教えてください。で、この小さいのが、これはなんだ？あ、これメヒカリだな。室味メヒカリ。これカタクチっぽいな。なんかいろんな魚食べてるな。これカタクチイワシですね。これ、この皮肌はね、イワシの皮肌してます。じゃあこれもメヒカリじゃなくてカタクチかな。カタクチイワシと室味入ってました。いや、胃袋チェックはやっぱおもれえね。よし、そしたら内臓が抜けたら、ここに血綿がついてますんで、これを書いていきます。こんだけ大きいとさ、なんかブラシとか使わなくても手で取れますね。ほら。はい、そしたらお腹が綺麗になりましたら、下ろしていきましょうか。でかいな。じゃあここら辺で一回真っ二つで切っちゃいましょう。よっと。うわ。これですよ。この肉厚具合。でもちょっとね、こう血合いがくすんでますね。まあめちゃめちゃ新しいってわけではないですね。なので刺身にする際は、この血合いは外しましょうか。で、お腹のここ。もうすごい脂が乗ってる。これはうまいぞ。さて、この状態になってしまえばもうこっちのもんですね。こう背中から包丁入れていきましょうか。背びれのちょい上ですね。背びれのちょい上、皮1枚スーッと切ります。で、切ったらそこからできるだけ立ち数は少なく、1回、2回ぐらいでいきましょう。2回ぐらいで背骨まで来ました。で、背骨まで来たら背骨の上に包丁を乗っけます。こうですね。包丁乗っかります。そしたら一気にババババババでピロッと。うわー、大きいな。で、こっち側の身なんですけど、おろしません。おろさないで骨ついたまま切り身にしていきましょうか。もう全部おろしちゃうと、煮付けとか塩焼きとかにする場合って
骨がついてた方が美味しいんですよ。なんで骨がついとった方が美味しいかというと、豚とか牛とか鶏でもそうなんですけど、骨から旨味が出てくるんですよね。魚も一緒で、この骨をつけとくことによって、骨から旨味が出てきます。なんで用途に合わせておろしていくことが大事かなと思います。今回はこんなに大きいんでね、煮付け用も作っておきましょう。こんだけ厚みがあって大きいと、もうまっすぐこうでいいですね。これでいいです。ほら。これでどうだろう ?200g ぐらいあるんじゃないかな。これ食べたらお腹いっぱいよ。はい、切れました。そしたらこれは今日は使わないので、ご近所さんに配ります。そしたら次はこちら、尻尾の方を下ろしていきましょう。尻尾の方はいつも通り、お腹の方から入れて、尻尾側だけで普通の3キロ、4キロクラスのサワラと同じぐらいの身の量ありますからね。で、魚って尻尾の方が脂が薄いのが多いんですけど、サワラっていうのはね、こう尻尾の方まで脂たっぷりなんですよ。だからね、すごくね、無駄がないんですよね。はい、ほら。尻尾の先まで脂があるでしょ。この胴体の真ん中のとこと、この尻尾の先、脂の量、一緒なんですよね。本当にサワラっていうのはね、いい魚なんですよ。だから今ね、この時期のサワラはね、ぜひ皆さん食べてほしい。この冬のサワラですね。秋から冬にかけてのサワラ。僕いろんなところのサワラはあんま食べたことなくて、愛知と、三重のサワラしか食べたことないんですけどね、どうなんでしょうね、全国的に。こっちの方のサワラは本当にうまいですからね。はい、尻尾の方が落とし終わりました。こっちはもう腹骨ついてませんのでね、すごく扱いやすいです。で、今日のメインはこれですわ。これ、骨。これを粗炊きにしますよ。で、粗炊きにするときはここですね。ヒレは邪魔なんで取っちゃいましょう。これ食べるとこあんまないのでね、ヒレを取って、で、この状態になったら関節のとこに包丁を入れて、サクッと。関節に入ればどの魚も簡単に包丁で断ち切れますんでね、サクッと、サクッと。このぐらいのサイズに切っていきます。で、ボウルに入れておきます。で、お次はこっち、胴体の方ですね。まずはカマを落として、これも粗炊きに使いましょうか。そしたらカマ落としたら、ここですね、腹骨をすいていきましょう。腹骨。ここがね、脂が乗ってうまいと。いつも通りにこうやって引いていきます。ちょっとね、気持ち身を骨の方につけちゃいます、今日は。なんでかというと、ここが本当にうまいんですよ。粗炊きにした時にね。で、ちょっとこうね、血がついてたら取りましょう。あんまりこのサワラは血抜きはできてないですね。はい、こんな感じですね。そしたらまあ、これを3等分ぐらいに切っていきましょうか。ザクザクザクと。で、これもボウルに入れますと。で、ここにお塩を振ります。塩を振って、魚の中に入っている余計な水分を出します。この水分が臭みなのでね、これで10分ほど置いておきましょう。はい、そしたらその間にお刺身に切っていきましょうか。ここにね、血合い骨が入ってますので、血合い骨を落とします。皮ついたままね。皮ついたままで、血合い骨を落としていくと。こんな感じですね。この血合い骨も粗炊きとかに入れてもいいんですけど、骨がね、もうたくさん入ってますんで、食べにくい粗炊きになっちゃいますんでね。ちょっともったいないんですけどね、ここは。そしたらお刺身はね、このお腹の方行きましょうか。で、さらにこれ真っ二つに割って、よし、こんな感じ。で、このお腹の超大トロのとこですね。ここ皮引いていきましょうか。うわ、切れちゃった。サワラの皮は結構薄いので、油断すると切れてしまいますね。なので若干ね、浮かしつつで、OK。こんな感じですね。油ギトギトですね。で、こっち側も同じように、こう入れて、はい、こんな感じ。皮も粗炊きにします。これもすごくね、うまいんですよ。そしたら食塩水を作って、そこに先ほどおろしたサワラの身を入れていきます。塩水処理ですね。
汚れやぬめり、そして余計な水分を脱水していきます、ここでね。これすると生臭くなく、とても美味しい刺身ができます。で、サワラは皮肌にちょっと独特な香りがありますんで、刺身にする際は、これした方がいいと思います。はい、そしたら表面がちょっとヌルヌルしてきましたら OK ですね。そしたらあとは切っていくだけと。ちょっと今日はあしらいがないので、シンプルな刺身になっちゃいます。すいません。で、切り方は好みなんですけど、僕はね、こうやってコロッと切った方が好きですね。こうやってマグロみたいにこうやって切ってって、でこう盛り付けていくと。薄く切る場合は、こうやって薄く切って、こうやって盛り付けていってもいいですよね。こう薄く薄く。もう本当これはね、好みですね。こういう感じでね。丼とかにするんだったら、こうやって薄く切った方がいいかも。たまには海鮮丼もいいな。海鮮丼も食べたいな。よいしょ。こんな感じ。薄く切るんだったらこんな感じね。で、こっちは血合いをこうやって取っちゃって、よし。こうですね。これも粗炊きに使っちゃいます。でも結構サワラはね、身が割れやすいですね。なんでゆっくり切ってってください。こうやって。なるべく一立ちで。こんな感じで。難しいんですよね。はい、これで、サワラの豪快盛りの完成。はい、そんなこんなで、アラがいい感じになってきてますね。そしたら、ペーパーに置いて、この出てきた水分を取っていきます。OK、こんな感じ。で、そしたら、お鍋にお水。で、お水よりちょっと多めのお酒。調理酒ですね。で、濃い口醤油。今日は濃いめなんで、濃い口でいきましょうね。で、そこに砂糖も入れます。みりんも入れます。もう、あるだけはこういう感じで思い思いの調味料を全部入れちゃって、で、火にかけると。で、ふつふつしてきましたら、そこにアラを入れていきます。はい、そしたらそこに、生姜をちょこっと入れます。本当は生姜の輪切りがいいんですけど、なかったら、チューブでも大丈夫ですね。ちょんちょんちょんと生姜も入れていきます。これで蓋をしないで、このタレが半分ぐらいになるまで、ぐら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 煮つけます。で、こうやってアクが出てきますんで、アクは取ってください。特にこの一発目に出るこの濃いアク、これは取ってください。そしたらこれでどんどん強火で煮つけていきましょう。はい、かなり煮詰まりました。もうこのぐらいになったら OK ですね。で、お皿に盛り付けていくと、うまそう、これ。しっかり濃い味がついてね、これがね、うまいんだ。で、この余った煮だれ、これでね、もう一品作りたいと思います。これめちゃ簡単で、めちゃうまいんで、覚えてってください。材料はただ一つ。こちら、卵です。これ僕ん家ではね、すげえ出てきたんですよ。煮魚すると毎回これ出てきたんですよね。卵を溶いて、で、このサワラの旨味たっぷりの煮だれに、これ卵を入れちゃうんですよ。バッと。これでぐちゃぐちゃって混ぜるだけ。魚の煮付けスクランブルエッグみたいな。これがね、見た目は悪いんだけど、本当にうまいんだよね。はい、こんな感じに卵に火が入ってまとまったら、さらに盛り付けると。で、ちょっと見た目に花がないなと思ったら、こういう山椒とかネギとかを添えて緑を入れてあげると、はい、こちら魚の煮だれたっぷりのぐちゃぐちゃ卵の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずお刺身からいきましょうか。味のあっさりしたものからいきましょう。じゃあここのお腹の一番脂の乗ったとこですね。このサワラの大トロのところ、こちらいただきますね。わさびちょっとつけて、醤油もたっぷりつけて、いただきます。うめえ。サワラの刺身はね、安定してうまい。ただ、あんだけ魚体が大きいと、皮肌の白い脂ですね。この白い層のとこが、ちょっと硬いな。普段はこんな気になんないけどな。魚体が大きくなると、ちょっ
ちょっと油が硬くなりますね。うん。もうちょっと浮かして皮引いてもよかったかもしれません。ただ味はうまい。そしたら次はこれですね。今日のメインです。サワラの荒炊き。これがね、うまいんだよ。で、僕の一番好きなとこは、この腹の大トロのところ。ここがマジでうまい。骨もなくてね、すごい食べやすいんですよ。しかもこの皮がついたところですね。で、ここに煮だれをたっぷりとつけて、いただきます。うわ、これ絶品だよ。めちゃくちゃうまいのよ。こう身はふわっふわで、で、この皮がね、プリンプリンなんですよ。もう本当にコラーゲンみたいな。もう本当ね、このサワラはね、皮がうまい。うまい。で、お次はこれ。魚の煮付けのスクランブルエッグ。こちら、いただきます。実質これが一番うまいかもしれん。こんだけのサワラのアラから出た旨味という旨味を、この卵がぐっと吸い込んでるんですよね。で、この濃い口の味がまたうまい。お酒にもご飯にもね、最高に合うと思います。はい、ということで今日はこちらのサワラの煮付けとお刺身ときましたら、お飲み物、こちらで出てきたいと思います。せーの、じゃん！銀のやつ。朝の5時だけど関係ないよ。もうこんなん飲まずにおれんよね。よーし。はい、こちら。もうこれは、10対0ですね。いただきます。うめえ。ちべてえビールとよく合うわ。それじゃっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は13キロの巨大なサワラを使って、荒炊きとお刺身作ってみましたけども、あのサワラうまかった。取れたてっていう鮮度ではなかったので、身が割れやすくはなっていたんですけども、味はうまかったね。ほんで、荒炊きがマジでうまい。卵のやつもね、ぜひやってほしいですね。ものすごい簡単で美味しいです。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。